JLPT どうでしたか？今日は懲戒試験と同じスタイルで始めてみたいと思います。こないだ旅行で散々な目にあったよ。1、会わないよりいいよ。2、それはドキドキだね。3、何があったの？正解は3番。では皆さん、旅行で散々な目に遭うとはどういうことでしょうか？例えば、パスポートをなくした、財布を取られた、タクシーでぼったくられた、ホテルの上の部屋から水が落ちてくる、何か屋台のものを食べてお腹を壊してずっとホテルで寝ていた。そんな感じでしょうかね。はい、実はこの中には大切なポイントが3つ入ってるんですね。ですから順番に説明していきたいと思います。まず、散々なんですけども、散々は絶対に悪い意味だけじゃないんですよ。例えば旅行に行って散々食べて散々飲んで散々温泉に入ったなんていう時にも使います。でもこれも普通のレベルじゃないよ、すごくって言いたい時に使うんですね。そして散々だとか散々だったと言ったら、それは必ず悪い意味になります。例えば、今日の試合は散々だった、デートは散々だった、試験は散々だった。皆さんどうですか？どんな状況かイメージできました？はい。そして次、目ですね。もちろんこれが目なんですけれども、はい、皆さん。これ、日本語でサイコロです。これの点ですね。似てるじゃないですか？で、これも目と言います。で、サイコロは転がして、1が出たとか、6が出たとか、これは偶然ですよね。なので、何が出るかわからないけど、それが出たよ。で、いい目とか、悪い目、ひどい目っていう、その状況という意味が広がりました。そして最後、会いますですね。皆さん会いますといえば、友達に会います。先生に会います。彼女に会います。ですね。でも山の中で熊に会ったらどうですか？嬉しいですか？多分嬉しくないですよね。なので、こういう別に自分が会いたいとかじゃなくて、熊とか、それからもちろん地震、火事、詐欺、スリとかですね。こういうなんか悪いこと、嫌なことに自分があったよっていう時にも使えるんです。で、ちなみに漢字はですね、このちょっと難しい、そうという漢字。はい。これを使います。でも難しいので、ひらがなで書いても OK です。はい。じゃあこれで散々と目と会う全部セットにすると、すごくひどい状況に私があったよって言いたいってことですね。では、もう一回最初の例を聞いてみてください。もっとよくわかると思います。